この本を読むだけであなたのモヤモヤがすっきりするようになります。頭の中で考えていることをうまく言葉にできない、そんな風に感じたことはありませんか？今日ご紹介するこうやって頭の中を言語化するはまさにその悩みを解決してくれる魔法のような本なんです。著者の荒木俊也さんはたくさんの人の言語化の悩みを解決してきたすごい人です。この本はあなたの頭の中にあるぼんやりとした考えをはっきりとした言葉に変えるためのヒントがぎっしり詰まっています。この動画ではこの本の特に大切なポイントを3つに絞ってご紹介します。この本を読むとどんな良いことがあるのか、私の感想も交えながら分かりやすくお伝えしていきますね。本の重要な3つのポイント紹介。まず1つ目のポイントはモヤモヤの正体を知るということです。私たちは頭の中で考えていることがなぜか言葉にならないとき、ああ、自分はなんて伝え下手なんだろうと自分を責めてしまいがちです。でもこの本はそのモヤモヤにはちゃんとした理由があるんだと教えてくれます。実は私たちの頭の中の考えは最初は形のない情報の塊なんだそうです。それが誰かに伝えようとするときに初めて言葉という形に変わろうとするんですね。だからうまく言葉にならないのはあなたが悪いんじゃなくて、まだ情報が言葉に変わりきれていないだけなんだと教えてくれるんです。これを知った時、私は本当にホッとしました。なんだ、自分だけじゃなかったんだってすごく安心したんです。この部分を読んで自分を言語化に関して新たな気づきを得ました。2つ目のポイントは問いを使ってモヤモヤをはっきりさせる方法です。この本には頭の中の情報を整理するための魔法の質問がたくさん紹介されています。例えば、結局何が言いたいのとか、それは誰にとってどんなメリットがあるのといった具体的な質問を使うことでバラバラだった情報が少しずつまとまっていくんです。例を挙げると、友達に今日のランチ美味しかったよとだけ伝えると、相手はへえそうなんだで終わってしまいますよね。でも今日のランチ、新しくできたカフェのパスタがね、もちもち麺と濃厚ソースが絡み合って最高に美味しかったんだ。特に最後の一口まで熱々だったのが感動したよと具体的な問いを自分に投げかけて答えていくことで相手に伝わる言葉に変わっていくんです。実際にこの方法を試してみたところ、伝えたいことがより具体的に、そして魅力的に表現できるようになりました。そして3つ目のポイントは、伝わる言葉は相手をイメージすることから生まれるということです。私たちはつい自分が言いたいことばかり考えてしまいがちですが、本当に相手に伝わる言葉は相手がどんなことを知りたいのか、どんな言葉で話せば理解してくれるのかを想像することから始まるとこの本は教えてくれます。小学生に難しい専門用語を使っても伝わらないし、逆に専門家には簡潔に伝える必要がありますよね。つまり相手の顔を思い浮かべながら話すことで自然と伝わる言葉が見つかるようになるんです。この本を読めばもうまく伝わらないと悩むことは少なくなるはずです。印象的なエピソードや引用。この本の中で特に心に残ったのは、著者の荒木さんがある会議での出来事を話しているエピソードです。その会議ではみんながそれぞれの意見を言っているのに、なぜか話がまとまらない。みんなの頭の中にはこうしたいという気持ちがあるのに、それがバラバラの言葉で出てきてしまって誰にも伝わらない状態だったそうです。まるで
たくさんの糸がぐちゃぐちゃに絡まって、どれがどの糸なのかわからなくなっているような感じだったと書かれていました。荒木さんはそんな時にそれぞれの人が話した言葉の中から共通するキーワードを見つけ出して、一つ一つ丁寧に整理していったそうです。するとぐちゃぐちゃだった糸がスルスルとほどけて一本の太い線になり、みんなが「ああそうかそれだ」と納得し、会議が一気に進んだというお話です。このエピソードを読んだ時、私は特に言葉が持つ力に感動しました。言葉はただ意見を伝える道具ではなくて、バラバラだったみんなの心を一つにまとめることができるんだなと改めて感じました。私自身も友達と話している時に、なんかうまく伝わらないなと感じることがよくあります。そんな時、荒木さんのように相手の言葉の奥にある本当に伝えたいことを見つけ出して、それを整理してあげられたら、もっと相手との関係が深まるんじゃないかなと思いました。この本は言葉の持つ奥深さと、それを使いこなすことの楽しさを教えてくれます。実践的な応用方法。この本で学んだ頭の中のモヤモヤを問いを使って整理する方法は、日常のいろんな場面で活用できます。例えば学校の宿題で作文を書くとき、何から書き始めたらいいかわからないことがありますよね。そんな時、この作文で一番伝えたいことは何だろうとか、これを読んだ人はどんな気持ちになってほしいかなって自分に問いかけてみてください。そうすると書くべきことが少しずつ見えてきて、スムーズに書き始めることができます。また友達や家族との会話でも役立ちます。昨日すごく面白いことがあってねとだけ話すのではなく、昨日猫の動画を見てたらまさかの面白い行動をしてね、それですごく笑ったんだというように、何が面白かったのかを具体的に問いかけてみるんです。すると相手にもその面白さが伝わりやすくなりますよ。私自身もこの方法を試してみて本当に驚きました。例えば友達と旅行の計画を立てるとき、以前はどこ行きたいと漠然と聞かれても、どこでもいいよと答えてしまうことが多かったんです。でもこの本を読んでから、どんな景色が見たいかな、どんな美味しいものが食べたいかなって自分に問いかけるようになりました。その結果、具体的な希望を伝えられるようになり、みんながもっと楽しめる旅行プランを立てられるようになりました。自分の考えがまとまるだけでなく、相手とのコミュニケーションも以前よりもずっとスムーズになったと実感しています。まとめです。このこうやって頭の中を言語化するは、特に自分の考えをうまく伝えられないと悩んでいる人、仕事でプレゼンをするときに何を話せばいいかわからないと感じる人、あるいは頭の中がいつもモヤモヤしていてすっきりしないと感じている人にぜひ読んでもらいたい一冊です。この本は単に言葉の選び方を教えてくれるだけでなく、自分の考えを整理する思考の整理術を学ぶことができます。荒木さんの書かれた文章はまるで隣で優しく語りかけてくれているようで、とても読みやすいです。私はこの本を読んでから以前よりも自分の考えを言葉にするのが楽しくなりました。そして相手に伝えることで自分の考えがより明確になるという発見もありました。この本は私たちの日常のコミュニケーションを円滑にするだけでなく、自分自身と向き合うための素晴らしいツールになるでしょう。皆さん、今日の動画はどうでしたか？こうやって頭の中を言語化するは、きっとあなたの伝えたいという気持ちを力強くサポートしてくれるはずです。この本を読んで、もっとこんな風に伝えたいとか、私もこんな経験があるよといった感想があったら、
ぜひコメント欄で教えてくださいね。皆さんの感想を聞けるのを楽しみにしています。そしてこの動画が役に立ったなと感じてくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからも皆さんの学びや成長に役立つ本を紹介していきますので、次回の動画も楽しみにしていてくださいね。